闇を超えたカオスの力、封印されしスタイルがついに解放される。ということで今日のテーマは、闇をさらに強める混沌のスタイルだよ。過去の動画ではダーク、哀愁系、ホラー、いろいろな暗いスタイルをテーマにしてきた。今日解説する混沌系のスタイルは、その中で最も暗いスタイルだよ。ちょっと軽く音楽的な解説をすると、曲の暗さイコール不協和音の強さなんだ。不協和音が強いほど曲が暗くなる。スノのスタイルで説明するとこんな感じ。混沌系、ホラー、ダーク、哀愁系、ライト。左に行くほど不協和音が強くなるよ。ちなみに音楽用語で同じ分類をすると、無調、半音階、マイナー、メジャーになる。半音階はモードって呼んだ方がいいかな。まあ音楽理論の話はここまでにしておこう。最も不協和音の強い混沌系、無調は普通の人には理解できない音楽になる。でも不思議なことに多くの作曲家はなぜかだんだんと混沌に惹かれていくんだ。混沌に見入られてしまった作曲家は一般人には理解できない曲を作り続ける。まるでホラーのような展開だけど、作曲経験者のあるあるネタでもあるね。スノも V さんが出てから1年経った。1年以上スノで作曲している人もいるはず。1年も作曲しているとそろそろ混沌に惹かれ始めた人もいるんじゃないかな。今日解説するスタイルはカオティッククラシカル、コンクレート、ハーシュノイズ。どのスタイルも普通の人は理解できない混沌に満ちた効果を持つスタイルだよ。まずはその効果を実際に聞いてみよう。スタイル単独で曲を生成してみるよ。大変お聞き苦しい音声が流れるから、ちょっと音量を下げた方がいいかも。カオスの中へ宿れ宇宙を解放する関東変変都市伝全宇宙を君の手元に。破れ宇宙を解放する何光年も5次元全宇宙は君の手元に。混沌系スタイルの恐ろしさ、それがよく分かったと思う。カオティッククラシカルはクラシックな無調音楽を作るスタイル。無調音楽はあえて不自然なメロディーにする初期の現代音楽のジャンルだよ。でもクラシックの無調音楽は厳密なルールがあって秩序的でもある。だから他のスタイルよりは聴きやすいよ。初心者向けの混沌スタイルと言えるかな。ちなみにカオティック〇〇のようにクラシカルを別の単語にすると効果が変わる。プラスクラシックの部分を別の効果にできるから、いろいろな単語を入れてみても面白いよ。コンクレートも現代音楽のジャンルだよ。ついにアルファベット以外の文字が出てきた。E を変換すれば E は出てくるよ。E や E ではないから注意してね。コンクレートで検索すれば正しい表記が出てくるから、それをコピーした方がいいかな。コンクレートは録音したいろいろな音を再生して曲を作るという音楽ジャンル。現代音楽の派生で生まれたジャンルだから、不自然な曲になるよう意図的に作られている。再生速度を変えて音を加工したり、
曲のテンポや展開が不規則に変わったりする。このジャンルから不自然さを消して一般向けにしたのが現代の DJ 音楽だね。ハーシュノイズは激しい騒音を出す。そして音程を消そうとする効果があるよ。例えば歌はデスボイスみたいになるし、綺麗な楽器音も鳴らなくなる。だから基本的には聞き苦しい曲になる。取り扱いには注意が必要なスタイルだよ。混沌系のスタイルは単独で使ってもめちゃくちゃな曲ができるだけで使いにくい。なら他のスタイルと混ぜたらどうなるか。次はその実例を聞いてみようか。混ぜるスタイルは R&B、 ハイパーポップ、シューゲイザーにしたよ。宇宙を解放する。何光年も5次元、全宇宙を君の手元に。混沌のカオスの中で破れ宇宙を解放する。何光年も5次元、全宇宙を君の手元に。混沌のカオスの中で破れ宇宙を解放する。これも上も5次元、絶望主文、全然こいてもどれ。混沌のカオスの中で破れ宇宙を解放する。何光年も5次元、全宇宙を君の手元に。混沌のカオスの中で破れ宇宙は解放中。箱根手本小次元の全部君の手もでもいこうに。混沌系スタイルを他の曲と混ぜた時どんな変化をするのか聞いてもらったよ。動画の最初で言った通り混沌系は普通の人では理解できないレベルだと思う。あまりにも癖が強すぎるから隠し味的に入れるのも難しいスタイルだね。だからまあ興味を惹かれない人は使う必要は全くないスタイルかな。でも混沌に見入られてしまったらその時はこのスタイルを使うといいよ。それじゃまたね。